動画をご覧いただきありがとうございます。今回は TOEIC900 点を目指して勉強を開始した休日2日間の様子をお届けしていきます。このチャンネルでは英会話の上達法や TOEIC のスコアアップの秘訣などを配信していくので、お見逃しのないようぜひチャンネル登録をしていただければと思います。それでは早速参りましょう。まず朝一は DUO 3.0 で30分ほど単語学習。以前の動画でも DUO から朝をスタートさせましたが、最近の朝活のパートナーは DUO が定番となっております。単語学習を終えたら今度はデルセンを使って精読の練習。前回の TOEIC ではマークシートの最後の1列は塗り絵になってしまったので、読解スピードを上げるべく精読を日々の習慣にしています。デルセンでの精読方法を解説した動画は概要欄にリンクを貼っておくので、後ほどぜひチェックしてみてください。少し休憩した後は10時20分から公式問題集を解いていきます。前回の TOEIC の時にも解いた公式問題集なのですが、改めて解き直して覚えきれてない単語や表現をチェックしていきます。公式問題集ってなかなかいい値段しますよね。せっかく買ったんだから隅々まで自分のものにしてやるというドケチ魂全開で勉強しています。そして朝5時起きでの模試は結構しんどかった。本番当日は7時起きぐらいに調整するかもしれません。さあここからはお昼ご飯と午後の勉強の様子をお届けしながら TOEIC 本番までの勉強計画をご紹介します。私が受けるのは2025年7月6日日曜日午前中の TOEIC です。動画撮影時点で本番まで1ヶ月ちょっとあります。今回メインとして使っていく教材は公式問題集11、デルセン、DUO 3.0 の3冊の予定、そして公式問題集やデルセンの学習補助としてキンフレも使っていく予定です。公式問題集については1週目は1つ目の模試の実践&復習、2週目は2つ目の模試の実践&復習をする予定です。3週目に入る2日間の休日で模試を2つとも解き直して定着度を測る予定ですが、想定よりも順調に復習が進んだらもう1冊公式問題集を追加するかもしれません。続いてデルセンはご紹介した通り精読用の教材として使っていきます。2週間ほどで全7週分の精読を終え、その後時間を計りながら実践模試、仕上げとして1000本マックで定着度を測る予定です。そして今回の TOEIC に向けた勉強では DUO 3.0 とオンライン英会話をできるだけ欠かさず毎日取り組むつもりです。というのも前回の TOEIC 受験前はオンライン英会話は2週間ほどお休みして TOEIC の勉強にフォーカスしていたのですが、本番が終わった後久しぶりに受けたオンライン英会話で全然喋れなくて落ち込んだ経験があります。海外の人と楽しくコミュニケーションをとるという英語学習の本来の目的を忘れることなく、英会話力もアップさせながら TOEIC に臨む所存です。ちなみに冒頭でも軽く触れましたが、今回の目標スコアは900点。7月に TOEIC を受ける人はぜひ一緒に頑張っていきましょう。そして全然変わり映えしませんが、午後も自宅にて勉強を進めています。2日目は外出で勉強するので、それまでぜひ視聴を続けてください。そしてこの日の午後はパート1、パート2の復習をスタート。うまく聞き取れなかった単語や表現をDUOやキンフレも使いながらチェックしていきます。公式問題集に出てきて知らなかった単語ってDUOの派生語や関連語の欄に結構載っているなーって思いました。公式問題集の復習を進めながらDUOも開いて知っている語彙を増やしていく作戦です。4時頃まで勉強して晩ご飯と筋トレを済ました後はDUOで単語学習。最近は夜に3セクションを覚えて翌朝思い出して定着させていくという流れが基本になっています。DUOは本全体がストーリーみたいになっていて面白いですよね。ボブの行く末が若干気になりますが、DUOを終えた後はネイティブキャンプでオンライン英会話。今日久しぶりに TOEIC の模試を解き直して〇〇っていう単語を覚えたんだよなんて言いながら今日勉強した内容を英会話のネタにして模試の復習も兼ねています。そして夜10時に布団に入り休日2日目がスタート。もちろん朝は昨日仕込んだDUOの単語を思い出していきます。DUOを終えた後はパート3、パート4のオーバーラッピング。TOEIC 本番までにはパート3とパート4の全てのスクリプトを通しでオーバーラッピングできるようになるのを目標に進めていきます。ちなみに私はリスニングの勉強ではシャドーイングを必須にはしていません。というのも個人的にはオーバーラッピングの方が音声と自分の発音の違いに気づきやすく、うまく聞き取れていない箇所やうまく発音できていない箇所を把握しやすいなと感じるからです。あとシンプルにシャドーイング難しすぎ。いつかシャドーイングが余裕でできるようになれると思いつつ、今は自分に合ったレベルの勉強法を地道に続けていきます。そして9時過ぎまでに単語学習と7つのスクリプトを読み終え、2日目も快調なスタートを切りました。そしてこの日は午前中のうちにコメダコーヒーへ移動。オーダーが届くまで独り言英会話をしながら待ち、タンドリーホットチキンサンドをいただきます。昼食を終えたら15分ほど仮眠をしてリーディングパートの復習をスタート。具体的にはパート5は覚えきれていない単語をDUOで調べ、パート6、パート7の長文では精読を行っていきます。最近のデルセンでの精読の成果なのか、文章を読むスピードが着実に速くなっている気がします。そして15時前までに約2時間勉強。本日もなかなか順調に勉強できています。用事を済ませて夕飯のラーメンを食べた後は自宅に戻り、いつも通りDUOとオンライン英会話で一日を締めていきます。
こんな感じで TOEIC スコア900点獲得に向けてスタートを切りました。今回の動画が少しでも役に立った、モチベーションになったという人はぜひグッドボタンをお願いします。また動画の感想もお待ちしているので、ぜひコメント欄で聞かせてくださいね。今後も英会話の上達方法や TOEIC のスコアアップの秘訣、さらには勉強の進捗なども配信していく予定なので、お見逃しのないようぜひチャンネル登録をしていただければと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。See ya!